電気住職三木大雲です。本日はですね、実は今までコメント欄で、ご質問をいただいてたり、励ましの言葉をいただいてたり、いろいろしてたんですけれども、なかなかこのご質問に答える機会がなかったので、今回はですね、いくつか、ご質問に答えさせていただこうというふうに思います。ということで、ちょっとスタッフさんが抜粋してくださったやつがありますので、ご質問読ませていただきます。仏教の基本理念って輪廻転生だって聞いたんですけど、転生した後にも先祖の霊がまだ存在しているのってどういうことなのかよくわかりませんというご質問いただいております。これ本当よくいただくご質問なんですね。中にはお坊さんもどうなんですかって、ご質問を受けたりするんですけれども、これには実はちゃんとした回答がございます。それは何かと言いますと、私たち人間界と亡くなられた方たちの世界って実は時間軸そのものが違うんですね。ですから輪廻転生をすぐされたように私たちが錯覚しても、実は、間に、多くの時間が流れてたり、分かりやすく言いますね。まず皆さんご存知だろうと思うんですけども、浦島太郎っていうお話ありますね、童話の。浦島太郎さん、亀をいじめられてる亀を助けますね。でお礼にじゃあ竜宮城へどうぞって竜宮城へ連れて行っていただきますね。この竜宮城というのも実はお経の中に出てくるんです。竜宮城というところは大体もちろん確実にこの今の、単位が違うんですけれども、大体ざっくり計算しますと竜宮城の1日が人間界の約50年なんですね。ですから竜宮城でうわー太陽広めの舞踊りを見て、太郎さん帰ってきましたね。で、玉手箱を開けると年を取る。これなんか一体どんな教訓があるんだろうと思わず思ってしまいますけれども、あれは竜宮城に行ってると時間軸が違うので、人間界ではもう50年過ぎてるんですよっていう、実話なような気が私はしてます。ですから実際に私が竜宮城というところ行ったとしたら、帰ってきたらもう50年の月日が流れてることになりますから、実は亡くなられた方の世界もそうだというふうに考えていただいたら分かりやすいかなと思うんですけれども、私たち人間の一生って本当に一瞬なんですね。ですからその間はまだ輪廻転生せずにおられる方が、おられます。でただですね、時には亡くなられてすぐに輪廻転生される、方も中にはおられるようです。でこれは何かって言いますと、これもお経の中にもいろいろ出てくるんですけれども、過去現在未来が混沌としてお経の中には出てくるんですね。全てが混ざってるような感覚で、これ説明すると何時間もかかってしまうんではしょらせていただきますけれども、仮にすぐに輪廻転生されたとしても、また同じ人が生まれるわけではないんですね。三木大雲が亡くなりました。で三木大雲の魂は世でずっといますから、お墓に来ていただいたら私いるわけですけれども、実は、三木大雲の生まれ変わりがよそにできた場合、これ両方存在するというふうな、お経の中に書かれ方もしてますので、もうこう詳しくずっと突き詰めれば、実は、人間では全く解決できないような、いわゆるもう何次元の、世界の話になりますので、説明難しいんですけれども、確実に言えることは、亡くなられた方っていうのは、私たち今生きてる人類が亡くなるぐらいの間までは、お墓あるいは、お仏壇でも手を合わした時には必ずその魂がおられますので、どうかですね、もう生まれ変わってるからお墓行かなくていいとかっていうようなことはないように、お墓にも、手を合わせていっていただきたいなというふうに思います。ということで次のご質問いかしていただきます。善人がいたとしてその人が報われなかったら因果応報はない時もあると考えるべきなのか、来世に持ち越しと考えるべきなのか教えてほしいですというふうにいただいております。これも実はですね、お経の中に全く一緒の質問をされた、お弟子さんの話が出てくるんですね。もう一度ご質問をちょっと繰り返させていただきますけれども、いい行いをした人がいて、でその人が全然報われないっていう状態っていうのは、おかしくないですかということですね。因果応報ですから、いいことすればいい
報いがあるはずなんですけれども、いいことをしたのになかなかいい報いがないのはなぜかというご質問だと思うんですが、全く一緒のことをこれお釈迦様にお弟子さんがおっしゃるんです。いいことをしたのになかなかいいことがないんです。で、片や悪いことしたのに全然罰当たらないんですけどっていう、悪い報いをあの人受けてないんですけど、どういうことでしょう。こういう質問された時にお釈迦様はこうお答えになるんですね。確かにいいことをしたからといって、いいことがないこともよくあるとおっしゃるんです。これを聞いたお弟子さんびっくりするわけですね。因果応報じゃないんですか。そしたらお釈迦様はそれは因と果だとおっしゃるんです。原因があって結果がある。でもその先にそれに応じた報いがあるんですね。ですから因果、原因、結果、それに応じた報いがある。それまでには非常に時間がかかる時があるってお釈迦さんおっしゃるんです。必ず報いは来ます。いいことしててすぐにけつまずいて怪我をすることもあるけれども、必ずそのいいことの報いはいつかその人の身に返ってくるというふうにお釈迦さんおっしゃってるんですね。ですから即効性がない時も往々にしてあるんだっておっしゃってます。これ分かりやすく言いますと、皆様が今お金持ちになりたいなと思った時にいい方法があるんです。それは何かと言いますと、銀行あるいはですね、コンビニに行ってですね、店員を脅してお金を奪うんですね。そうしますと原因、強盗に入った。結果大金持ちになりました。悪いことをしたのに大金持ちになってるとおかしいじゃないですかっていう方おられるかもしれませんけれども、その後必ず逃亡生活が始まりますね。で、結果捕まって、刑に服さなくちゃいけない。要するに結果だけを見て、皆さん、いいとか悪いとかって判断されますけれども、決してそうではないんです。そのさらに先にそれに応じた報いが来るので、これを応報と言いますね。因が、原因結果、応報、それに応じた報いがあるというふうに覚えていただいて、でよく昔から、家宝は寝て待てというふうに言いますけれども、結果の知らせですね。それに応じた報いというものはもう寝て待つぐらいの気分で待ちなさい。だからせっかくいいことしたのにいつになったらそれが来るんだっていうのは、違うよというふうになってますので、いいことをしてそれをもう本人が忘れた頃にやってきますから、そのぐらいの思いで、善行を務めていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで次のご質問をいかせていただきます。三木住職のお話とても好きです。ですが神様というのはいないと思いますし、もしいたとしたらぶん殴ってボコボコにしたいですね。住職はたまたまいい方に転びましたが、世の中にはいじめで亡くなられた方もいる。意味もなく虐殺された方もいる。小さなお子さんなのに、無残に殺された人もいる。もし神様がいたとしたらそういう人たちを助けないってどういう神経しているんだろうって感じですね。笑いというふうにいただいております。ちょっとこれと似た内容のものがもう一通いただいてますので読ませていただきます。神はいませんよね。神は何をしているんですか。罪もない人間が大量に虐殺されているとき、神は何をしているんですか。説明お願いしますというふうにいただいております。これもまさにおっしゃる通りだと思いますね。なんか神様がいたらなんか助けてくださいと思うんですけれども、やはりこの世の中そうはうまくいかないんですね。神様というものはどういったものかと言いますと、私この言葉が一番分かりやすくて好きだなと思うんですけれども、剣豪宮本武蔵さんとおられますね。宮本武蔵さんがこんなふうなことをおっしゃってるんです。神仏を尊び神仏を頼らずという言葉を残してられます。これはどういうことかっていうと、神様には感謝はすれども助けてくださいというふうに頼ることはしませんという意味なんですが、非常にこれが正しい私信仰の仕方だと思いますね。神様には毎日ありがとうございます、今日もご飯をいただけました、美味しい水をいただけましたというふうに、感謝はすれども、神様にああしてくださいこうしてくださいというふうなお願いをするのは少し違うかなというふうに思います。ちょうどこのチャンネルで賽銭泥棒という、回がありますので、そちらもまた合わせて見ていただければ分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、神様いらっしゃるんですけれども、
私たちの欲を叶えてくださるというご存在ではないんですね。で、じゃあ、戦争はどうしてし合って誰がどうして止めてくれるんだ。これ止められるのは人間しかいないんですね。私たち人間がやはりどうやって生きるべきなのかということを考える一つの教科書というとまた言い方が違うかもしれませんけれども、そういったいろんな、虐殺であったりですね、不幸にお亡くなりになられたような方たちのことを私たちはしっかり受け止めて、先に進まなくちゃいけない。もしかするとそれが神様からのメッセージなのかなというふうにも思います。そしてもう一つですね、仏様の立ち位置っていうのは少し神様と違いまして、仏様はですね、こうおっしゃるんです。毎時サーゼー年というふうにお経に出てくるんですけれども、これは何かっていうと、毎時っていうのはもういつもっていう意味ですね。秒単位で言うと 0,0 秒単位であなたたちのことをいつも救いたいと念じていますというふうにおっしゃってるんです。これどういうことか。どうかみんな悪に気づいて善に目覚めてくださいっていうふうにいつも思ってますよ。ただそこにはですね、現れて、助けてあげるというふうには、説かれてない。どういうことかというと、やはりそこは人が自ら悟って、悪事を遠のけなくてはいけないというのが、おそらく答えだと思うんですね。ですから神様がいないっていうんではなく、おられるんですけれども、私たちは神様に頼るべきではないし、また頼られた神様が全てを叶えてくださるわけではないというふうに考えていただきたいなというふうに思います。で、なんとなくですね、ちょっともしかするとこれを聞かれた方、ぶん殴ってボコボコにしたいですとかっていう、コメントなんで、なんかちょっと過激な言葉だなと思われる方おられるかもしれませんけれども、おそらくこのコメントいただいた、くださった方はですね、なんか人生で非常に行き詰まったことがあったんでしょうね。思わず神を恨みたくなる。私自身もそういう時期がありましたから、そうなんですけれども、ただそこにくじけず、やっぱり神様には感謝をし続けて生きてくださると、また人生が好転するんではないかなというふうに思いますので、共に頑張っていただきたいなというふうに思います。ということで、今回初めてですね、ご質問に答えさせていただくという配信をさせていただきましたが、今後も、不定期ではありますけれども、ご質問には答えさせていただきたいなというふうに思いますので、また何かありましたらコメント欄の方にご質問いただけたら、もうたくさんいただいてますんで、どなたが当たるかっていうのはちょっとわかりませんけれども、いただいておけば、目は通させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。